いつもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しの英子です。前回のデニッシュ風の動画をたくさんの方に見ていただき、そして作っていただき、嬉しいコメントもいっぱいいただきました。いつも本当にありがとうございます。その中に輪っかを閉じるところが見えないというコメントがありまして、いつか新しく作り直そうと思っていました。ということで今回はデニッシュ風22を作ります。配合を少し見直してより美味しくできたと思います。ぜひ最後までご覧ください。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。純強力粉、砂糖、塩、イースト、溶き卵、太白ごま油、ぬるま湯、そして牛乳です。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず一番最初にイーストの予備発酵から始めます。生地を作るボウルにこれお水です。そして分量の中から1つまみのお砂糖、もうちょっとかな。そしてこれを電子レンジで温めます。40度ぐらいにしてきます。はい、40度に温めてきました。600ワットでだいたい20秒ぐらいです。そしてこの中にイーストを振り入れます。ぬるま湯には簡単に溶けるので、このように溶かします。室温でこのまま10分から15分、イーストがブクブク泡が立ってくるまで発酵させます。とりあえずタイマーを10分かけておきます。次に粉類を合わせます。強力粉の中に砂糖と塩を入れて空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。はい、結局15分かかりました。前回の動画ではこの小さい器で予備発酵させたんですね。この方がブクブクするのにもう10分ぐらいでもブクブクなってたんですけど、こういう大きいのになっちゃうと温度も冷めちゃうし広がっちゃうので、こうブクブク加減がちょっと分かりにくいかも。問題はないと思うので進めます。この中に30度ぐらいに温めた牛乳を入れます。そして先ほど合わせた粉類、これを半分くらい入れます。そして混ぜます。はい、ガーッと混ぜて粉が見えなくなってこのくらいドロッとしたらこれで OK です。はい、では蓋をしてまた10分置いておきます。はい、10分経ちました。ではこの中に常温にした溶き卵、それから太白ごま油を入れます。軽く混ぜます。はい、すぐに混ざりますね。そしたら残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。はい、全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。ハムスター混ぜというのは容器をこのように縦にして上から手で押さえて向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。ヘラの根元を持つようにしてください。力がかかるとね、ヘラが結構曲がりやすくなってしまいます。この辺をめがけてこすりつけるようにすると簡単に混ざります。はい、このくらいでもう OK。 ではボウルの周りをきれいにします。蓋をして今度は20分置いておきます。ここからは温かいところに置いておきます。いつものように熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。ちなみに本日の室温は24度です。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。何回か叩きこねをして生地の表面を整えます。蓋をしてまた20分温かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。生地の表面を整えます。
軽く慣らします。蓋をして一次発酵は冷蔵庫の野菜室でオーバーナイトさせます。私は乾燥しないようにビニール袋に入れて発酵させています。オーバーナイトの目安は10時間から18時間ぐらいにしています。ではおやすみなさい。おはようございます。13時間経ちました。生地はこんな感じです。元気に発酵しています。では台の上に移します。軽くガスを抜いて両面に粉をまぶします。今日は冷たいままこの生地を伸ばします。さっき言うの忘れちゃった。こんな風に十字にね線を入れて、それで放射線状に伸ばしていくと簡単に四角く広がります。32センチ ×25 センチぐらいを目指します。時々裏返しますよ。だいたい32センチ ×25 センチぐらいに伸びました。厚さはだいたい5ミリくらいかな。それでここにバターを塗っていきます。バターは 25g です。前回のデニッシュ風の時は 30g 塗ったんですけど、今回はまた減らして 25g にしてみました。これでもね全然美味しくできます。もっと使いたい方は 30g でも 40g でも大丈夫でね、こんな感じでちょっと柔らかくしておきました。これを塗ります。この3分の2のところに塗って3分の1は残しておきます。こんな風にカードを使って伸ばすと均一な厚さに塗れると思います。はい、これで OK。 そしたら3分の1折りたたみます。そしてまたこちらからも3分の1折りたたみます。端っこはちょっと閉じといた方がバターがはみ出なくて後々やりやすいかも。こんな感じで閉じておきました。そしたら向きを変えてこれを30センチぐらいに伸ばします。なじませながら伸ばします。3分の1折ります。そしてまたこちらからも3分の1折ります。で向きを変えてでまた伸ばします。伸ばすときは綿棒をこんな風にキュッ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 と押しながら少しずつ伸ばすと伸ばしやすいと思います。時々裏返してこんな感じでバターをなじませながら伸ばしていきます。はい、いい感じで、粉がついていないと伸びにくいので打ち粉をしながら伸ばしますね。だいたい30センチぐらいになりました。そしたらまた三つ折りです。この状態になったら冷凍庫で一旦休ませようと思います。これを冷やして固めて作業しやすくしようと思います。ラップでもいいんですけど今日はビニール袋に入れちゃう。ビニール袋に入れてこんなステンレスのバットに乗せると冷えやすいかな。では冷凍庫で15分から20分ぐらい冷やしたいと思います。こちらもね両面に薄く粉をまぶします。
でまた先ほどと同じように伸ばしていきましょう。綿棒をキュッキュッと押しながら伸ばします。それで最終的にですね、この幅が15センチぐらいで長さが32センチ、ここからここまでねになるように伸ばしていきましょう。はい、こんな感じに伸びました。この長さが32センチね。で横の幅がだいたいこれ12センチなので15センチぐらい。そしたらカットしていきます。このガイドに沿って切ると切りやすいかなと思って32センチにしました。まずね、真ん中から切りましょう。こうやって切っていくととっても切りやすいです。包丁とかピザカッターで切っても大丈夫。ではねじねじしていきます。伸ばしてトン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 って伸ばして、それでねじるねじるねじる。巻き終わりはこんな感じで下に入れて、でキュッてここもキュッてキュッて閉じます。これで OK。 ねじってねじって、最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。30度で30分ぐらいから様子を見ます。で今日は乾いた布巾をかぶせます。もし乾燥しているような時はこの布の上から霧吹きでお水をかけて、それで発酵するようにしてください。では行ってきます。30分経ったところで出してきました。ここからは室温発酵に切り替えて、あと10分ぐらいかな置いときたいと思います。その間にオーブンの予熱を200度でスタートさせます。はい、そろそろ10分経ちますので溶き卵を塗って準備しておきたいと思います。よく見るとね、結構成形下手くそなんですけど、このねじねじのいいところは多少成形が下手くそでも焼くとなんとなく様になっちゃうところです。はい、塗り終わりました。そしたらグラニュー糖をまぶしていきます。ほら見て、この辺とかね結構ほつれ気味だし、これなんかも割とぐちゃぐちゃなんだけど全然気にしなくて大丈夫ですよ。グラニュー糖の量はお好みですが、やっぱりねいっぱいの方が美味しいと思います。はい、 OK。 はい、オーブンの予熱が完了しました。では190度に温度を下げて13分ぐらいを目安に入れていきます。はい、焼き上がりました。190度で13分焼きました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。